ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍の水上ドローンが初めてロシア軍の海軍艦艇に対して大打撃を与えたようです。今回はそのことについて解説していこうと思います。これまでウクライナ軍のロシア海軍に対する攻撃というのは、対艦ミサイルネプチューンによる黒海艦隊機関モスクワの撃沈がありました。しかし、それ以後においては、対艦ミサイル攻撃を恐れたロシアの黒海艦隊は、ミサイルの射程範囲内には近寄らないように、なるべく黒海の東側にいて、ウクライナ軍の攻撃に遭わないようになるべくしていました。しかし、戦争が続けられるということは、その状況に見合った兵器の開発も行われることとなります。今回は、ロシア軍にとってはここは安全だろうと思っていた、ロシア本国の港において、ロシア海軍の大型艦が攻撃を受けたということについて詳しく見ていこうと思います。まずはどのような報道がされているか見ていきましょう。黒海の海軍基地とクリミア半島にドローン攻撃。ロシアは撃退と主張。ロシア国防省はクリミア半島とロシア南西部の海軍基地に対してウクライナのドローン攻撃があり、ロシア軍が攻撃を阻止したと発表した。国防省の声明によれば、2隻の無人艇がロシア南西部クロスノダール地方のノボルシスクにある海軍基地を狙って攻撃を仕掛けた。2隻は撃退時に死認され、ロシアの艦船によって破壊されたという。この艦船は海軍基地の外側にある停泊地を守っていた。国防省はまた、クリミア半島上空で無人機10機を撃墜したと発表した。クリミア半島はロシアが2014年にウクライナから違法に併合した。クリミア首長顧問のオレグ・クリチコフ氏は、クリミアの複数の地方で防空システムが作動した。すべての物体が撃墜されたとしている。死傷者や被害は報告されていない。と、このようにロシア側は、ウクライナ軍の攻撃は空だろうと海だろうとすべて撃退したと発表しています。このようにロシア側は、空からだろうと海からだろうと、ウクライナ軍の攻撃はすべて撃退したと発表していますが、実際は全く異なっているようです。その追及についてはこの後すぐ触れますが、まずは場所の確認をしておきましょう。今回ウクライナ軍が攻撃したとされる場所は、ロシア本国にあるクロスノダール地方ノボルシスクの港です。ここにいた黒海艦隊所属のロシア軍艦艇が攻撃を受けました。この場所はクリミア半島を迂回して到達する必要がありますから、水上ドローンはざっくり言っても700キロ程度移動した末の攻撃だと想定されています。そしてここからが全て撃退されたというロシア国防省の発表は全くの嘘だとする映像です。この映像はウクライナ軍の水上ドローンがロシア軍の艦艇に向かって何度となく方向転換をしつつ向かっているところです。映像は水上ドローンが船にぶつかる直前まであります。ドローン攻撃を受けたロシア軍の軍艦はこちら。ロシア軍の大型揚陸艦オレネゴルスキー・ゴルニャク。乗員は100名程度。搭載貨物は450トンまで乗せられるそうです。ただし、ドローンによる攻撃があったその時において、どれだけの乗員がいたのか、どれだけの貨物を搭載していたのかについては全くの不明です。ロシア側は死傷者は0人だとしています。しかし、ロシア本国の港での出来事ですから、周辺の住民がこの船がどうなったかについて動画を次々と撮影し、インターネット上に投稿しています。それを見ると、この軍艦は自力航行ができず、船は大きく傾き、ドローンの攻撃が確実に命中したことを示しています。なお、ウクライナ軍は水上ドローンの開発を進めています。ウクライナ側は今回の攻撃にどのドローンを使ったかについては発表はしていません。しかし、搭載している火薬は450キロ程度あったとしています。今回攻撃に成功したのは大型揚陸艦であり、現在の戦況から言えばさほど役に立つ軍艦ではありません。2022年当初におけるロシア側の構想としては、こうした大型揚陸艦を使い、ウクライナのオデーサ側に対する上陸作戦などを行う際には使えるかもしれないとされていた船です。しかし、ウクライナ軍側の方が対艦ミサイルの整備などを進めたことから、こうした揚陸艦による上陸作戦は全く不可能になってしまいました。そうしたわけで、今回の揚陸艦があれだけ傾いて沈みかけているという状況は、
必ずしもロシア軍の戦闘力を大きく減衰させるわけではありません。しかし、今後のことを考えれば、決して無駄なわけではありません。まず第一に攻撃に成功したということは、これからはロシア軍は、より厳重に注意をしなければならなくなりました。ロシア軍としては、クリミア半島にあるセバストポリ港は、ウクライナ軍の攻撃を受けるなと警戒していたわけですが、本国にある港に関しては、ウクライナ軍の攻撃も届かないだろうと考えて、非常に油断していた可能性があります。だからこそ、今回攻撃が成功したと考えられるのです。次に、大型揚陸艦が今後何に役に立つかといえば、それはウクライナ軍がクリミア大橋を落とした後のことを考えると、これは非常に良い布石となります。というのも、クリミア大橋がもしも落ちた場合においては、黒海やアゾフ海で船便を使っての輸送というものが非常に重要となります。その際に大型揚陸艦が運べる量というのはやはり貴重なもので、大型船が使えなくなったということは非常に良いことなのです。今回の船に関して言えば、沈んではいません。しかし、沈んではいないものの自力航行ができなくなったほどに損傷していることから、かなり船内は浸水しているでしょうし、また修復にも時間もお金もかかります。すぐには復帰できないでしょう。そして、こうした遠方地における攻撃の成功というのは必ずウクライナ国民やウクライナ兵の士気に作用しますから、戦争が長引く中においてはやはりこうした目立った戦果を上げるということも今後に良い影響を与えるのです。引き続きウクライナ軍の水上ドローンの開発が進み、ロシアの黒海艦隊をより港に引き込まらせることができれば、ウクライナ軍の今回の攻撃成功というのはそのような良い影響を長らくもたらすことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ウクライナ軍の水上ドローン攻撃がようやく成功に至りました。そしてたった1回の成功であろうとも、軍艦というのは高価な兵器ですから、今後ロシア軍はたとえ本国の港にいたとしても非常に高い警戒レベルを求め続けられることとなります。このような一つ一つの小さな攻撃の積み重ねがロシア軍を圧迫し続けることでしょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。